いや、バカになるのが一番早いですよね。やる気があれば、基本的には前者の人よりはうまくいく可能性ありますよね。補完し合うものみたいな感じで考えてもらうと。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご相談したいことがちょっと山積みでしてですね。まず、最近僕ちょっとリーダーシップ、リーダーっていう役割に挑戦したいなって思っていて、いろいろ人に聞いたりとか調べたりとかしてるんですけど、なんかその中でリーダーシップとかマネージメントってよく聞くんですけど、具体的にどういうふうに違うのか、リーダーシップとマネージメントの、ちょっと僕ふわっとしてて、正直あんまり理解しきれてないんですよ。はいはいはい。なのでちょっとその辺深く今日はお話を伺いたいなと思ってるんですけど、はい、まず主な違いってどういうところになりますか？そうですね、簡単に言うとリーダーシップっていうのは、引っ張っていくことみたいな、先頭に立ってる人みたいな、こんなイメージでいいかなと思います、マネジメントっていうのは成し遂げたいことを具体的に設計する人、設計する、組み立てる、みたいな。リーダーシップっていうのは例えばなぜやるかとか、要は目的とかビジョンとかを言うとか作るとか、それを発信するイメージ、でマネジメントっていうのはどちらかというとその具体的な目標とか、具体的な KPI とか計画を引いて仕組みとかそういったようなものがマネジメントって思ってもらえると、なんか自然的に順番じゃないですけど、リーダーシップが先だと思うんですけど、目的ビジョンとかこういうものを掲げてそこに邁進していく、先頭を切って走っていくみたいなイメージ。マネジメントっていうものはそれを達成するために具体的な計画とか、目標計画、仕組みとかを作っていったり運用していったりするみたいなイメージですかね。ってなると文書的にはリーダーになるためにはどっちから勉強した方がいいとかっていうのはありますか？どっちからっていうか、必然的にやっぱリーダーシップからですよね。だって何のためにそれをやるのかとか、何がしたいのかとか、っていうのはやっぱリーダーシップなので、明確なこうしたいとかこうなりたいとか、もっと仕事の中でもこういう結果を出したいとか、のがないと、さっきの話を例えると計画もできないじゃないですか。だって何やりたいか分かんないからみたいな話なんで、必然的にやっぱりリーダーシップというか、を磨いた方がいいですよね。なるほど。これも例えると、僕がねキングダム好きとかって言いますけど、キングダムで言うならばシンはリーダーなんですよ。リーダーシップめっちゃ発揮してるんですよ。マネジメントっていう概念からいくと、協会とか過料店が活躍するわけですよ。わかりやすい。でもこれが協会とか過料店が先に来ても、シンがいなかったら協会もやんないし、過料店も軍師にならないじゃないですか。シンっていうやっぱそのリーダーができたから、それを見たりとか感じたり共にして、くっついていってチームになるわけじゃないですか。圧倒的にシンなわけですよ。じゃあシンマネジメントできますかっつったら、ケンバカですよね。でリーダーシップはでもバリバリあるわけですよ。そう考えるとやっぱリーダーシップがないとそもそも始まらないんですよ。例えば、シンみたいなリーダーになるためには、必要な素養みたいなってどういったところがありますか？そうですね。例えば社内で、じゃあどうしてるかなって考えたときに、動機だと思うんですよね。動機。もっと簡単に言い換えたらやる気、例えばこうなりたい、ああなりたいとか、そういうのがやっぱまず思わないとダメじゃないですか。会社で置き換えると、IQ は高いけれども、プレイヤーとしての成果も出してますけど、でも、いや俺ちょっと管理職はいいっす、リーダーとかいいっす、めんどくさいんだよなっていう人にリーダーやってもらったら逆に大変なんですよ。実績がプレイヤーとしていまいちかもしれないけど、でもリーダーになりたいとかこうなりたいとかっていう、やっぱりすごいやる気があれば、基本的には前者の人よりはうまくいく可能性ありますよね。そうですね。最初はなんだかんだやっぱ動機づけというか、やる気が大事だなと思っていて、いかにメンバーがやる気になるというか動機づけされるきっかけとか、環境を作る、みたいなことが最初重要なんだと思うんですよね。なるほど。実践しなさい、練習しなさいとかってよく言いますよね。前提はリーダーシップっていうのは立場関係ないです、本来と。だからリーダーになってからリーダーシップを発揮するものではありません。なるほど。そもそもはリーダーシップを発揮するかどうかだけなんで、どの立場で。そうかそうか。役職関係ないですもんね。だってこのキングダムの話になりますけど、シンが奴隷の時に、俺の立場奴隷だから
リーダーシップ発揮しても意味ないんで、って言ったら、もう物語始まったんです。とりあえず最初から大将軍になるんだ、みたいな。立場関係なく言っていて、思っていて言っているから、きっかけが生まれたりとか、チャンスがこう来たりとかなるわけじゃないですか。だから会社で戻すと、仮に一メンバーであっても、別に一メンバーがリーダーシップを発揮することに何も別にマイナスはないですし、プレイヤーがリーダーシップ発揮してくれた方が、会社としてもグッドだし、チームとしてもグッドだし、だからとにかくリーダーシップは関係ない立場と、メンバーからでもリーダーシップ発揮しなさいよ、みたいなこう教育というか、をやっていくわけですね。具体的に言うと、まずその前提条件から入って、1階層、2階層上から考えられないとダメですよって言うんですよね。今練習だと思って、メンバーの時にリーダーシップ発揮しに行きますよね。だからもう物事をもうちょっとこう上のレイヤー、例えばそれこそ今の上司のレイヤーから見たらどうなんだろうとか、もう一つ上の役職者から見たらどうなんだろうっていうこの客観的な視点っていうか思考を持たないといけませんよって、だってなりたいんですよねと。あとは実際それをやろうとするといろんな問題が出てくるわけですよね。例えば分かりやすい話は、お前なんかメンバーなくせに何そんなにやる気出しちゃってみたいに言うネガティブな人もいれば、次々言ってしまったがゆえにちょっと上司と衝突してしまったりとか、もしくはついてこないメンバーどうしようとか、いろんな問題発生しますけど、それも全て含めてさっき言った練習実践なんで、課題に当たって解決のために考えたりとか行動するっていう練習じゃないですか。そんな感じでやらせますよね。なんかその後に実際になるとか、レベルが上がってきたら極論方法論の作成と、要は進捗管理みたいなのが要はマネジメントなんで、どうやったらこの課題をうまく解決できるのかとか、そのためにはじゃあいつも言うように、要は問題が起こった時に課題があったとして、行き当たりばったり解決みんななりがちなんですよ、最初。起こってから対処する、起こってから対処すると。でも最初わかんないからしょうがないですよね。この次にやっぱり具体的に起こる前に起こらないようにやっていくってことが大事で、これがやっぱりそのいわゆるマネジメントみたいな話で、計画とかこれを起こらないために何を日頃から知っておいた方がいいのかみたいな、その考えて作ってそれを遂行していくっていうのがある意味だからマネジメントですよね。確かに。実際方法論をやり始めたら必ず課題が出てくるんで、最初はその場解決。だけど繰り返していくうちにやっぱりその場解決ダメだから、事前にこれを発生させない方法はないのかとか、こんな頭になってくるわけですけど、そこで方法論をこう伝授したりとかしていきながら、いわゆるだからマネジメントはどうしていくかみたいなことを学ぶわけですよね。なるほど。じゃあある意味でリーダーになるための一つの素養というか、マネジメントっていうものは、そういう捉え方でいいんですか？そうですね。補完するものみたいな感じですね。対立するものでもなければ、相反するものでもないんで、リーダーシップっていうものとマネジメントっていうものは補完し合うものみたいな感じで考えてもらえると、両方必要ですし、優先順位とか、どっちがないとダメですかって言われると、さっきのシーンとか教会過料店の話をすると、冒頭の話の通りリーダーシップがないと全部ダメですよ。だって会社でもそうですよね。リーダーシップがないチーム、リーダーシップを取る人がいないチームだったら、会社で決まってるやり方の通りとりあえずやってくれ、私たちは言われたことやればいいんですよね、みたいな話になっちゃうかもしれませんし、リーダーシップがあれば一応こうしたいああしたいって思いが強いってことなんで、引っ張る人がいればちょっとマネジメントがおざなりでも考えるわけなんで、考えた行動だけはすごいんで、それなりに結果出るんですよね。だからどっちかでもダメなんですけど、マネジメントはなくても一応リーダーシップさえあれば目指したいところだけあるから、これを達成するためにどうしようって言って進歩する可能性があるんですよ。なるほど。マネジメントだけあってリーダーシップないと、言われることやればいいんですよね。これだけやればいいんですよねみたいな感じになっても、与えられたものに関しては進歩はあるかもしれないですけど、でももう全然それしかないですよね。確かに。だからとにかく優先順位って言われたら、リーダーシップの方が大事ですよ。これはなくてはならない。さっきもほども言ったように目的とかビジョンとかこういうものだから、こういうのはないってことだから、それ強く持たなきゃいけないし、引っ張っていくっていうのなきゃいけないんで、優先順位で言ったらとにかくリーダーシップですよと思いますし、そのリーダーシップを発揮して自分がこうなりたいああなりたいとか、会社としてこうなりたいああなりたいを補完するものがマネジメントだから、なるほど。チームの大きさとかうまくいかなくなった時にやっぱそれをこうマネジメントを強化していくみたいな、できる人を入れるのか、できる仕組みを作るのかとか、そういう感じなだけですよね。ありがとうございます。アップルさんでもリーダーの育成って今みたいな感じでやられてるんですか？結果そうですよね。リーダーの育成というか、うちはだからやっぱりそのやる気を
基本的にはこう出させる動機づけをきっかけとか環境でまあ頑張ってやって、具体的にどういったきっかけとか？研修とか、考え方、それはフィロソフィーを使いながら、こういう考え方がいいよねと、こういうふうにみんなもやろうみたいな、成長っていうキーワードが例えば入ってたりとか、フィロソフィーを使うって朝礼もそうですし、何かしらのセクションもそうですし、研修もその場の一つですし、あとはやっぱりこう究極はですよ、究極は今その立場にある人とか、要は役職者とか管理職がかっこよければいいんですよ。でかっこいいっていうのは別に見た目的な話じゃなくて、要はまさにうちのフィロソフィーに沿って、目的目標のためにこう邁進して楽しそうにとか、辛いこともありながらも前向きに働いてる姿とかがちゃんとあれば、俺もああなりたいってみんな若い子はやっぱり言いますよね。かっこいいなとか、尊敬するわとか。いや、そうですね。ロールモデルがあれば。そういうだからこう全体的な催しとか、研修とか、例えば僕からしたら表彰なんかもその要素もちょっと入ってますし、そこでやっぱやる気をこう育んで動機づけしてやりたいってなったやつに、こっちで言うなら社長塾とか、やりたいやつに今後どうしたいかとかみたいなの含めてアンケート取ったりとか、そういうのをこうあぶり出しながらそういう人がいたら、じゃあ例えば社長塾に参加しました、そしたら先ほど言ったように、リーダーシップは立場関係ないよと言って、こういうふうに考えなさいとか、またそうすると次の月にリーダーシップ取って操縦を一生懸命やろうと思ったんですけど、うまくいかないんです、言うこと聞かないんです、やりたくないとかやらない人どうすればいいですかみたいな質問が飛んでくるんでその問題がやっぱ出てくるんで、どうしたらいいと思うのみたいなところから、こういう考え方あるよねとか、こういう問題ねとかってやらしながら、マネジメントのどうやるかの方法論をちょっとずつこう出していってやっていくみたいな。あとは社内のタイミングが来たら、支店長やりたいですって言ったりとか、やりたいやつをピックしてるんでそうするとなんかこう決意が出たりとか、新しい店舗行こうよって時に、お前行こうかみたいな。なるほど。声かけたりとかですかね。あとはやっぱ実際はもう実践が一番なんで、これもね、スキングラムじゃないですけど、連携も大事ですけど、やっぱ実践に勝るものはないんで、なので、支店長やらしちゃったりとかして、そこでもやりながら、実践しながら強くなっていくみたいな。それはそのリーダーシップの発揮もそうですし、マネジメントの向上もそうですし、これを実践を通じてやらせていく感じですよね。だから僕も最初管理職やった時は、必ず何が辛くても3年は必ずやれと。何事も物事はやっぱ3年は一旦大きなこうフェーズだと思うんで、必ず3年やりなさいと。会社としても3年はどんだけダメでも3年は任せるつもりでお願いしますよあなたにと。そうやって基本任せるつもりでやらして、実際は何も本当に大きな問題を起こらなければ3年任せるんで、大体3年ぐらいやると、そうですね、ずーっとこう PDCA というか、経験、知識が一定になるんで、だから動機づけ、やる気をつけて、それをピックできる仕組みを作っといて、ちょっとその立場で実践させて、学びつつ、やらせて、実際に。3年間を必ずこうずっと PDCA 回させながら、こう教育して、やるみたいな。なるほど、なるほど。ありがとうございます。よくモイ社長が違う動画でも、バカになれってよく言うおっしゃってるじゃないですか。それもやっぱリーダーシップ、リーダーになるためには必要な。いや、バカになるのが一番早いですよね。何回も言ってますけど、真もそうですし、バカじゃないですか。いいバカですよ。真面目で素直なバカだと。そういう意味でバカだと。いいんです、別にと。だってみんな主人公って、アニメとか映画とか主人公って大体バカですよ。確かに。孫悟空だって決して頭いいとは言わないですよね。無邪気で素直でね、いいバカですよ。確かに確かに。いいアホになればいいんですよ。バカになればいいんですよ。例えばアンチがあったとしてもバカだったら気にもしないじゃないですか。うるせえと。俺はやるんだっつって。確かに。バカなのが一番早いですよ。マネジメントはちょっとバカじゃできないですけど、そういう意味でだから助け合いとかいろんなねサポーターが必要になってきたりするわけですけど。なるほど。ありがとうございます。ちょっと僕もそこら辺意識して、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。リーダーシップとマネジメントの違いということで、リーダーシップは目的とかビジョンを発信するというか、そういうことをこう元に引っ張っていくみたいな形。マネジメントっていうのはそれらを達成するために具体的な計画とか KPI 設定したりとか進捗を管理したりとか保管するようなものですね。やっぱり
両方必要なんですけど、絶対なくてはならないものはリーダーシップ思ってます。ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。